皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉などがあります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読んでいます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。さて、今回の物語は、新見南吉の代表作の一つ、手袋を買いに、です。寒い冬に小狐が手袋を買うために人間のお店へ行きます。小狐は無事に手袋を買うことができるでしょうか。どうぞ最後までお聞きください。手袋を買いに。新見南吉。寒い冬が北の方から来ました。狐の親子が住んでいる森にも来ました。ある朝、子供の狐が巣の洞穴から出ようとしました。ところが、あっと叫んで目を押さえました。そして母さん狐のところへ走ってきました。母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く、早く。と言いました。母さん狐はびっくりしました。慌てながら目を押さえている子供の手を恐る恐る避けてみました。でも何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出ました。そして子供の狐が目を押さえた理由を知りました。昨日の夜の間に真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上をお日様がキラキラと照らしていました。それで雪は眩しいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐は、あまりに強い反射を見たので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。綿のように柔らかい雪の上を走り回りました。
すると雪の粉がしぶきのように飛び散って、小さい虹がすっと映るのでした。突然、後ろで、ドタドタ、ザーッと、ものすごい音がして、パン粉のような粉雪が、ふわーっと小狐に覆いかぶさってきました。小狐はびっくりして、雪の中を転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それは、もみの木の枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなく洞穴へ帰ってきた小狐は、お母ちゃん、おててが冷たい。おててがチンチンする。と言って、濡れて赤くなった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐は、その手に、はーっと息を吹きかけて、温かい母さんの手でやんわり包んであげました。そして、もうすぐ暖かくなるよ。雪を触るとすぐ暖かくなるものだよ。と言いました。でも、かわいい坊やの手に霜焼けができたらかわいそうです。だから夜になったら町まで行って、坊やのおててに合うような毛糸の手袋を買ってあげようと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて、野原や森を包みにやってきました。でも雪はとても白いので、包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の狐はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く先にぽつりと明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね、と聞きました。母さんは、あれはお星様じゃないのよ、と答えましたが、その時、母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは街の明かりなんだよ。その街の明かりを見たとき、
母さん狐は、ある時村へお友達と出かけて行って、大変な目にあったことを思い出しました。おやめなさいって言うのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたのでした。ところが、お百姓さんに見つかって、追いかけられて、命からがら逃げたのでした。母ちゃん、何してんの？早く行こうよ。と、子供の狐がお腹の下から言いました。でも、母さん狐は、どうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方出して、と母さん狐が言いました。その手を母さん狐がしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手に変えてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり、握ったり、つねってみたり、匂いを嗅いでみたりしました。なんだか変だな、母ちゃん。これなーに？と言って、雪明かりで人間の手に変えられた自分の手をじっと見つめました。それは人間の手よ。いいかい、坊や。町へ行ったらね、人間の家がたくさんあるからね。まず、外に丸い帽子の看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸を叩いて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間から、こっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね。この手にちょうどいい手袋をちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と、母さん狐は言い聞かせました。どうして？と、坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると、手袋を売ってくれないんだよ。それどころか、捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。ふーん。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さん狐は持ってきた2つのお金を人間の手の方へ握らせてやりました。
子供の狐は街の明かりを目標にして、雪明かりの野原をよちよち歩いていきました。はじめのうちは一つだけだった明かりが、二つになり、三つになり、最後は10にまで増えました。狐の子供はそれを見て、明かりには星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだな、と思いました。やがて町に入りましたが、通りの家はもうみんな戸を閉めていて、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているだけでした。けれど、外の看板の上には大抵小さな電灯がついていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。自転車の看板やメガネの看板や、その他いろんな看板がありました。あるものは新しいペンキで描かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐には、それらのものが一体何かわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんが来る途中に何度も教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通り、トントンと戸を叩きました。こんばんは。すると中で何かコトコト音がしていました。やがて戸が3センチほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小狐はその光が眩しかったので、面食らって間違った方の手を、お母さんが出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋をください。すると帽子屋さんは、おやおや、と思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだな、と思いました。そこで、先にお金をください、と言いました。小狐は素直に握ってきたお金を2つ帽子屋さんに渡しました。
帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗せて、かち合わせてみると、チンチンと良い音がしました。これは木の葉じゃない。本物のお金だ。と思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて、小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったもの。と思いました。けれど小狐は人間は一体どんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると、人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。眠れ、眠れ、母の胸に。眠れ、眠れ、母の手に。小狐は、その歌声はきっと人間のお母さんの声に違いない、と思いました。だって小狐が眠るときにも、やっぱり母さん狐はあんな優しい声で揺らしてくれるからです。すると今度は子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は森の小狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。すると母さんの声が、森の小狐もお母さん狐のお歌を聞いて、ほら穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ、坊やも早くねんねしなさい。森の小狐と坊やとどっちが早くねんねするか。きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと、小狐は急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へ走って行きました。お母さん狐は心配しながら、坊やの狐が帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。二匹の狐は森の方へ帰って行きました。月が出たので、狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルト色の影がたまりました。母ちゃん、人間って
ちっとも怖くないや。どうして？僕、間違えて本当のお手手出しちゃったの。でも、帽子屋さん、捕まえなかったもの。ちゃんとこんなにいい、温かい手袋をくれたもの。と言って、手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さん狐は、まあ、と呆れましたが、本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしら。とつぶやきました。いかがでしたか？穏やかで優しい物語ですね。物語の中で描かれた雪のある景色。私の家は日本の北の方の東北地方にあります。冬になると雪が積もります。その雪のある景色の静けさや美しさ、そして雪の夜の光の印象を見事に言葉で表現している文章だなと思います。日本語を勉強している皆さんの中には、雪が降らない土地で暮らしている人もいますね。もし冬に日本に来ることがあって、雪が積もったら、雪の夜の静けさをぜひ体験してみてくださいね。それでは最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。この動画が良かったら、いいねボタンを押してくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。